こんばんは。あ、どうも。お久しぶりでおす。久しぶりです。ちょうど前回が3年前に、僕それぶりなんですよ、北海道あ、そうなんですか。が。はい。予約ももうだいぶ取れなくなってるじゃないですか。いや、常に末端の気持ちやってますよ。文字ですか？文字を新潟の文字です。しっとりしてますね。そうですね。まあこれでもいかないですね。それでもヒラメとかだと寝かせるともさっとしちゃうんで、マスクはなりにくいですね。水アワビです。酒と昆布で炊いたアワビです。エゾアワビの割にちょっと大きめじゃないですか。なるべく大きいのを入れてもらうようにしてます。うわ、食感が最高。で味噌漬けずっとやってたんですけど、はい半熟はもう最近つまみで出すようにして。前巻いたりしましたよね、海苔で。あ、そうですね、はい、あれはまあ握りでやるときはあれなんですけど、半熟すると濃厚になるんでちょっと握りだと重たいなのでつまみでじっとりしてる。まあ大人のおつまみだな。イクラをシンプルにつまみで出すっていうのはすごい珍しいです。イクラすごい。これは確かに日本酒案件だな。飲みやすいですね。キリッとした。結構甲羅に詰める人多いんですけど、はい、これお寿司みたいな。いやー、これフォルムがすごい。でも全部カニなんですよ。シャリじゃない。シャリじゃないです。外甲に土佐酢のジュレであえたものはあ。で、足の身を並べて、下がカニの身の方ですね。中の身の方に内子とか味噌とか。あ、このやっぱ外甲が土佐酢ジュレなのがいいですね。でも割と定番な感じですよ、この組み合わせで。土佐酢というかカニ酢ですよね。はい、お酢と一緒。結構たっぷり入ってますね。だしがうまい。ちょっとこれはいろいろ入ってますけどね。はい、余市のあん肝です。中に奈良漬けと干しいちじく刻んだのが入ってで、ソース赤酢を煮詰めたものですね。フォアグラの組み合わせと一緒です。奈良漬けって結構もうお寿司屋さん定番で使うんで、それは入れてるんですけど、フレンチかイタリアのシェフと話した時に、日本料理で砂糖使うんですけど、あっちの西洋料理って砂糖使わないっていうんですよ、デザート以外。何で甘み出してやってるんですかって言ったら、フルーツとかドライフルーツで甘みを足してる。でホースはバルサミコかけるみたいな。でもそれでバルサミコ使っちゃうとちょっと違うんで、数があるからそれを煮詰めて、それをソースにしてかけてる。フォアグラの組み合わせとしては味付けの方向性は一緒なんで、食材が日本のものっていうだけなんで。確かに。でもなんか和だけどちょっと洋風な感じします。ワインシャンパンでもいけますけど。おしゃれ。ソースもちょっと複雑系な。これ複雑ですね。しかもこのイチジクの甘酸っぱい感じ。はい、種の食感とか奈良漬けのカリカリした食感とか。これシンプルなように見てすごい複雑ですね。ただあん肝とソースだけかなと思ったら食べてみると分かるわ。わ、フルーツだ。東雲さん行きたいってなったら予約方法は今、まあほとんど今ネットが多いですね。テーブルチェックとか食べログとか
他にもなんかいろいろやってるんですけど、基本食べログテーブルチェックが多いですかね。はい、電話でも大丈夫ですけど、仕込みとか一人でいたりいなかったりすると出られない時もある。今予約はどれぐらい先まで2ヶ月先です。2ヶ月先まで。まだ1批だと3ヶ月先まで取れます。12月だと2月まで予約を、12月1批だと。それも基本的には食べログとかテーブルチェックで見れば、そうですね、はい、見ればテーブルチェックがもう予約と紐付いてるんで、それ見れば分かるんですけど、一斉ではないんですか？一斉じゃないです。ただ1時間区切りでご案内してます。で今お任せはいくらでやってらっしゃるんですか？お任せは19,800円。税込みで。税込みで。税込み。お店の人気とともにっていうのと、まあ素材が多分ね値上がりしてるんで。そうですね。やっぱここ最近の魚の値上がりは結構えぐいんで。東雲さんの仕入れ先は主にどういうとこから？僕基本札幌で手に入るもの、まあ札幌の魚屋が道外から引っ張ってきたりとか、はい、道内で取れるものですね。じゃあ中央市場が多いですか？そうですね。豊洲から入れるのはイカとアナゴだけです。肉厚ですね。食感が大きい魚って背と腹に分けたりするんですけど、それで油の量も違うし、つけたまま一匹の状態で切りつける。大体みんな半分に分けちゃうんですよ、背と腹で。それを切りつけるんですけど、これを薄く切ってちょっと折りたたんで美味しいです。おしゃれ、すごいおしゃれな握り。香りの握りだ。ふさふさがすごい。面白い。だしですね。特有の臭みあるんですよ。僕はカツオだしでやってるんですけど。カツオだし。完全に香り飛ぶし、カツオの多分いぶした感じのちょっとスモーキーな感じがあって、間に昆布塩挟んでますね。まあ懐かしい。後から昆布の香りでくるんで。うわー濃いなこれ。すごい濃い。しっかりつけてある。結構しっかりめですね、漬けが。持った瞬間に柔らかい。さっくり感がちょっと残ってる。これを目当てに3年越しにこれを目当てに来た。でかっ。魚屋の人に聞いたら今ニシンいいですよって言われて、ニシンずっと使ってなくて、多分ニシンかと思いながら出てたらすっごいぶっといのが来て、これどうしようかなと思って。結構薄く切って重ねて握ってるところもあったんですけど、卵の厚さを生かして握り方できないかなって、それで思いついたのがこれで、卵を握ると蔵掛けっていう握り方ですね。それをちょっと応用したというか、骨がすごく多いんですけど、鮮度がいい分骨と身がくっついてるんで取っちゃうとボロボロになっちゃうんですよ。でも鮮度がないとニシンって美味しくないので、考えたのは骨切りだなと思って、骨切りしてからその卵焼きを握るとか蔵掛けの握り方、そしてたまたまこの形になったってだけです。やばすぎるって。うわこんな感じだったっけっていうぐらいの忘れちゃってる。食べ応えがすごい。これ完全生ですか？まあ酢で締めてます。こんな口いっぱいにニシン食べること絶対ないですから。ニシンボックスは時期でいうと例年はいつからいつぐらいかな？出始めは6月中旬ぐらいで、一番いいのは7、8、9ですね、で10月あればラッキーみたいな。夏から秋入る前ぐらいがベスト。そのぐらいは割と入ってくる。東雲さんの動画って、まあ、今ではまだ再生されて結構まだ見てる人いるんです。上位の再生回数なんですけど、なんか反響ってありました？結構電話でニシンありますからでも全然時期違うんですけどみたいな。そうですよね。もういい時期しか本当は出したくないんで。はい。自分インスタもやってるじゃないですか。はい。
でインスタももちろんいろんな美味しそうなお寿司あげてるじゃないですか。この東雲さんの3年前のニシンボックスのトップ画像にした投稿がいいね数圧倒的ナンバーワンなんですよ。すごい1万2000いいねぐらいついて、やっぱあのインパクトは結構世界中にあれは知れ渡った名作なので、ニシンの可能性を切り開いた。よかったですね。すごい色気があるな。しっとりします。しっとりしますね。全然パサついてないですね。店内は暗くなりましたよね。このちょっと落ち着いた感じっていうんですかね。壁全部塗ってもらって、土壁、天井も網白の天井にして、で照明がまず一番変えたかったんで。でもいいですね。こう客席側とカウンターの中が暗いと明るいで舞台みたいな感じになって、穴球。キュウリうまかった。詰まってる。言えないよ。米ってこっちの米ですか？うち実家の米です。東川町っていうところです。咀嚼して甘みが出てくる感じなんです。ご飯自体は全然美味しいですけど、シャリ用の炊き方になってるんで、結構輪郭は割とあると思います。これ塩と酢だけですか？塩と酢だけです。砂糖なし。砂糖なし。塩原さん何で炊いてるんですか？うちはずっと羽釜で炊いてるんですけど、それを今は普通の五徳の上で焼いてたのをかまどを買って、でもう完全に熱が逃げない状態で。店名を寿司東雲、ひらがなから漢字の2文字で東雲になったじゃないですか。あれはどんな意味が？あれはもともと漢字でやりたかったんですよ。漢字の東雲でやりたかったんですけど、借りにくいかなと思って、でひらがなでやってたんですよね。2月に改装終わったタイミングで本来自分のやりたかったら漢字の東雲にしたくて。嬉しかったです。久しぶりにお会いできて。当時だとやっぱり本当東雲さんといえば、異色のキャリアも含めて結構クリエイティブな、特におつまみはクリエイティブみたいなイメージが強かったですけど、最近やっとちょっと職人っぽい意識がやっと芽生えたかなって感じ。なんかそんなきっかけってあったんですか？やっぱ改装したタイミングで漢字にしてもう全部そぎ落としてやっていこうっていう、本当は最初寿司取ってるんで何でもありにしようとしたんですよ。でも取っちゃったらなんか逆にお寿司屋さんよりお寿司屋さんっぽい感じっていうんですかね。東雲さんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？僕の中では本当食べ飽きないっていうのが一番大事かなと思いますね。食べ飽きないっていうのは結局また食べたいなって思えるんで、結構いろいろこだわったものやるとお腹っていうかもう頭の中がいっぱいになるというか、僕もいろいろやってたんですけど、自分が食べるの好きなのって本当に肉とかでも塩ペッてやってるだけだとか、ああいうのが好きなんで、なんとかのソースとかあんまりいらないんですよね。その肉の素材で美味しかったら塩で十分美味しいんで、それと一緒ですよね。ニシンボックスにも久しぶりに再会できて嬉しかったですよ、本当に。久しぶりに。中原さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。またお願いします。